これだけでもハマグリの身はとっても美味しくなります。リングイネが吸って最高の状態です。ハマグリの旨味が絡んでます。はい、こんにちは、シェフのファビュです。今日はハマグリのパスタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。リングイネ、ハマグリ、しらす、ニンニク、一味唐辛子、イタリアンパセリ、水、日本酒、オリーブオイルです。はい、それでは今日は茨城県とのコラボです。今日は茨城県の鹿島灘のハマグリを使ったパスタを作っていきます。イタリア料理だとアサリを使ったボンゴレビアンコが圧倒的にポピュラーです。なのでそのアサリの部分をハマグリに置き換えて作ることもできるんですが、実はアサリとハマグリって結構性格が違います。で、アサリは分かりやすく力強い旨味があるのに対してハマグリは上品な旨味がある食材です。なので今日はそのハマグリの上品な旨味に合わせたパスタの、作り方を早速やっていきたいと思います。はい、それではこれがですね、鹿島灘のハマグリです。で、サイズが本当に大きいです。僕のもう拳と同じぐらいの大きさあります。もう鹿島灘とかだとこのハマグリが通常のサイズなんですが、今日は動画でパスタをやっていくのでちょっと小ぶりのものをオーダーしてお願いしました。で、これをまずはですね、酒蒸しにしていきます。で、まずは小さいこのフライパンの中にこのハマグリを4つ入れて、でそこに大洗の日本酒と水で、あとはイタリアンパセリ使っていくのでパセリの茎入れて、でこれでも蓋をして身を開けていきます。で、今日はお酒だったら日本酒何でもいいんですが、僕はせっかく茨城県の食材を使っているので、これは大洗のですね、月の井っていう純米吟醸を使っていきます。はい、で強火で貝を開けていきます。貝が開いていくまでは何もすることがないんですが、この後ですね、このハマグリの肝を今日は使っていきたいので、火が入りすぎるとどうしてもパスタソースがボソボソになってしまうので、開いたらすぐに掃除するという方法をとっていきます。はい、それでは開き始めたので、もう開き始めたら開いたやつはすぐバットにあげる。で、ここまで大きいハマグリだと開きづらいものがあるので、もうほんのちょっと加熱して開かなかったらもう強制的に開けていきます。で、今この煮汁が今日ソースのベースになるので捨てないで取っておきます。イタリアンパセリは外しておきます。はい、それではまずは、この開いたハマグリを掃除していきます。で、掃除していくときにまず貝柱があります。で、紐があってこの肝の部分があるので、ここきれいにこう外していきます。で、貝柱のところに包丁を入れて、でこんな感じです。茨城県では大洗町、鹿島灘、波崎の3つの漁港が順番に漁を行う輪番制でハマグリ漁を行いながら資源を守っています。さらに小さなハマグリは基本的に取らず、大きく育ったものだけを水揚げするという厳しいルールがあります。一般的には子供の拳ぐらいあるサイズまで育ったものが流通するそうです。今回はパスタに使いやすいよう、その中でも比較的小ぶりなものを送っていただきました。ハマグリの肝を取り出していきます。ハマグリの身を包丁で丁寧に開いていきます。肝の部分を丁寧にかき出していきます。これが楽しいんですよ。身の厚い部分は歯切れを良くするために隠し包丁を入れておきます。はい、それではこれが、掃除したハマグリになります。この身の部分ですね、ちょっと厚いところには包丁を入れて、あと紐の部分も今日はリングイネ使っていくのでパスタに合わせてこの紐も使っていくのと、あとはその周りにあった硬い部分とか貝柱とかですね、この身もソースとして使っていきます。
でこの肝の部分ももうソースの要になる濃厚なうまみなので、これもちょっとですねそのまま使っちゃうとやっぱりパスタソースにした時にですねゴワゴワの美味しくないソースになっちゃうので、ちょっと裏ごしするとですね滑らかになるので、その滑らかなペーストをソースの中に使っていきます。裏ごしたペーストがこんな感じです。はい、それでは潰したニンニクとパセリ掃除した時の茎入れて、オリーブオイル大さじ2杯入れて火にかけてアーリオオリオのベースを作っていきます。はい、それではふつふつしてきたのでごく弱火に落として、数分これでニンニクの香りを出していきます。はい、それではほんのりニンニクに色がついてきました。そしたらパセリの茎を外して、ここでこの掃除したハマグリ入れていきます。紐と身の部分で、今日のポイントはですね、ハマグリは加熱しすぎるとすぐ硬くなってしまうので、この弱火のままちょっとこのニンニクの香味オイルを軽く回すだけです。これだけでもハマグリの身はとっても美味しくなります。でオイルが回ったので、ここで中火ぐらいにして先ほど掃除したハマグリの汁、ハマグリのこの出汁が入ったら、もうここでハマグリの身は一旦バットとかお皿にあげときます。これが今日の一番のポイントです。でなるべく素早く外して、あとニンニクはお好みです。でこのまま潰してしっかりしたアーリオオリオにしてもいいですし、今日はシラスも仕上げに使っていくのでニンニクは僕は外しちゃいます。でこれでですね一度火を止めてパスタを茹でていきます。はい、それではパスタ茹でていきます。で今日はハマグリとシラスを使った魚介のパスタなので、そういう時に相性のいいリングイネを茹でていきます。お湯の中には2リッターに対して 30g の塩が入ってます。はい、それでは麺が茹で上がったので合わせていきます。で最後にこのソースをですね1分ほど吸わせながら仕上げていきます。もうこれだけで今ハマグリの出汁をリングイネが吸って最高の状態です。で最後にイタリアンパセリたっぷりと、で裏ごしした肝を加えます。そしたら火を止める。で火を止めて、この肝をですね味噌のようにこう溶かすイメージで混ぜ合わせていくと、このとろみがしっかりと乗ってきています。うわー美味しそうな状態ですよ。でここで火を止めて混ぜ合わせていくとですね、見てください、このとろみが乗った状態で、最後にハマグリを戻して素早く合わせます。見てください、このしっかりリングイネにハマグリのうまみが絡んでます。はい、これでいい感じに麺にソースが絡んだので盛り付け入ります。はい、これでハマグリのパスタの完成です。いただきます。これですよ。皆さん、これはもう無条件に美味しいんですが、茨城県の海の恵みを全部詰め込んだようなパスタ料理が完成しました。で今日冒頭でも説明したんですが、ボンゴレをそのままハマグリを置き換えて普通に作るとですね、ハマグリっていうのは本当にうまみが上品なので、そのまま合わせてもちょっとぼんやりしたパスタ料理になりがちなんですね。なので今日はそこにですね、常陸の国しらすの上品なうまみを重ねたっていうようなパスタ料理になっています。でこの常陸の国しらすはですね、すごく難しい基準をクリアした、ブランドの一つなんですよね。皆さんスーパーに行った時にしらすの鮮度って気にしたことないんじゃないかなと思います。
でも実はしらすの鮮度を確認する方法があって、いいしらすになればなるほどですね、しらすがしの字に湾曲しているんですね。でこれはですね、しらすを取った後すぐに釜揚げ状態にすると、鮮度のいいしらすほどお腹側にこう反り返る形になるので、結果的にしの字になるんですね。茨城県ではこれをしの字率として管理されていて、常陸の国しらすと名乗れるものは、そのしの字率が 95% 以上のものだけです。なのでそれぐらい鮮度にこだわって作られたのがこの常陸の国しらすです。今回この鹿島灘のハマグリと常陸の国しらすが、どういう思いで作られているのかというのを、取材しに実際現地へ行ってきました。今回その取材した様子が茨城を食べようのサイトに載っているので、よかったらチェックしてみてください。はい、ごちそうさまです。今日のパスタなんですが、最高のレシピが出来上がったので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。